はい、こちらはイリスウェブの一番花というよりは、この春新しく出てきたベーサルシュート2本についたお花が先に咲いちゃったのでご紹介します。一番花の通常の花枝は大体がブラインドになっちゃってるんですね。で、つぼみはちょこちょこしか本当にありません。で、いつもだったらブラインドは切り戻してブラインドの処理みたいなことをしているんですけれども、ちょっとどこのバラ園だったか今失念しちゃってるんですけど、後で探してみますが、どこかのバラ園さんのブログでブラインドが出てきたらラッキーだと思ってくださいみたいな記事があったんですね。ブラインドは処理しなくてもそのままにしておけばすごくいい花枝が後から出てくる前兆だみたいなことが書いてあって、今年からはなるべくそれを実践してみています。で、この株ではなくて他の株でもうすぐお見せできるんですけども、その通りだなっていうバラがあったんですね。なのでこのイリスウェーブもちょっとこのブラインドはこのまま放っておいて、後でどんな風になったかご紹介できればなと思ってます。とりあえず今年初めて咲かせてみたお花はこんな感じでした。で、イリスウェブも今年初めて咲かせるバラなんですね。去年の夏にバラの家さんから6号鉢に入ってやってきてくれた去年の新苗なんですね。で、秋に咲かなかったので四季咲きの子ではないので、そうですね、夏以降多分咲かせる予定はないので、ベーサルシュート咲かせちゃっても多分体力的には問題ないと思いますので、今はベーサルシュートのお花を楽しもうと思ってます。で、イリスウェブはお花を近づけてもちょっと香りは分かりませんでした。で、お花持ちするかといえば、ここしばらくこのベーサルシュートのお花を観察してるんですけれども、意外と咲いて2日か3日で散ってしまうようです。全体像としてはこんな感じです。秋にすごく伸びたので支柱を使ってますけれども、どうなんだろう、もしかしたらフロリバンダのような感じでブッシュ仕立てにした方がお花が咲く成績がいいのかもしれませんね。そのあたりも観察してみようと思います。はい、こちらも丈夫で扱いやすいんじゃないかなと思う集計バラのペレニアルブラッシュです。お花を近づけても残念ながら香りは分かりませんけれども、この素朴な桜のようなお花が本当に大好きなんですね。で、結構家に集めています。ただ一点欲を言えば、こういったお花が終わっちゃった時、花びらがくっついてる率が高いんですよね。
茶色くなって干からびてしまった花びらが花柄になって自然と落ちないで残ってるっていう状態が、この子に限らずなんですけども、自然に本当に桜みたいにパラパラっと散ってくれた方が綺麗かなとは思います。ここに残ってました。こんな感じで茶色い干からびた花びらがお花についたまま残っちゃってる感じです。全体像としてはこんな感じです。地味ですけどもとっても可愛いと思います。はい、こちらはパシュミナです。我が家で数年前から眼症を患っている子です。お花は少し雨で汚れていますけれども、割と雨に強い子なのかなと思いました。で、お花持ちがものすごくいい子ですよね。このお花もだいぶもう何日ぐらい、1週間ぐらい咲いている感じです。こちらは2日ぐらい前から咲き始めた新しいお花です。お花を近づけても香りはわかりません。その代わりお花持ちする子です。全体像としてはこんな感じです。毎年株の地際に大きなコブができている子なんですけれども、今年はそのコブができていないようでした。この子ももしかしたら完全に眼種から復活したかもしれません。だったら嬉しいなと思ってます。はい、そしてこちらは私のオリジナルのバラです。2018年に交配した2号です。お花を近づけてもちょっと今香りはわかりません。でも明るいお色とか可愛いなって手前味噌ですけど思ってます。このバラは母親がおばさんからもらったミニのつるバラのみやびちゃんで、父親が名札が飛ばされちゃってどのバラかはっきりわからないんですけれども、多分ミスターリンカーンかなと思ってます。ちょっと名札がでも実際は飛ばされちゃってるので記憶違いかもしれません。ミスターリンカーンはうちの父のお気に入りのバラなので、父親がミスターリンカーンだったらすごく嬉しいなと思います。全体像としてはこんな感じです。私の母がブーゲンビリアが大好きなんですけども、ブーゲンビリアにこのようなお色ありますよね。ちょうどブーゲンビリアみたいなお色なので、なんだか嬉しいです。はい、お隣に母親のバラのつるバラ、ミニのつるバラのみやびちゃんを持ってまいりました。みやびちゃんの方がお花は小さいです。はい、そしてこ
こちらは先日先にご紹介していた私のオリジナルの2018年に交配した1号です。お花の大きさも微妙に違いますけれども、1号の方がだいぶ大きいですね。お色も違います。株姿もだいぶ違うんですけれど、後ろがみやびちゃんで、この子たちが姉妹です。この子たちに共通して言えるのは、お花持ちがかなりするバラだと思います。一重のバラの割には本当にお花は長持ちしています。散る時も桜のようにハラハラと散ってくれるので、花柄が茶色くなってお花に残っていたりしません。毎日お花柄摘みをしたりお手入れしなくても綺麗なお花を保ってくれているので、私としてはポイントが高いです。はい、そしてさらにこちらは6月10日にご紹介した、こちらも私のオリジナルなんですけども、みやびちゃんとお父さんがエンチャンテッドイブニングのバラです。手まり状にまとまって咲いて可愛いと思います。そして咲き進んでいくと色が白く変わっていくところもチャーミングだと思ってます。ちょっとお花終わりかけというか、そろそろ切り戻してあげたい感じですけれども、6月10日にご紹介したので、今日が6月21日なので10日以上はお花を楽しめている感じで、花持ちがまあまあいいと思います。はい、こちらがお母さんのみやびちゃんと1号、2号、3号です。親バカなのは分かっているのですが、とっても可愛いです。見とれています。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた近いうちにお会いしましょう。